皆さん、こんにちは。ひなです。いつも私のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。皆さん、突然ですが質問です。年を取ってからお金に困らない自信ありますか？即答できる人は意外と少ないんではないでしょうか？普段、様々な国の出身の方とレッスンで話してるんですが、今日はその中で考えさせられたエピソードを紹介したいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてください。先日、オンラインレッスンである生徒さんとお金の話になりました。その方の国では若い頃から退職後の生活に備えて少しずつ投資をしているんだそうです。私がどうしてそんなに早くから準備する必要があるのと聞くと、こう答えてくれました。ここには日本のようにしっかりした年金制度がないから、自分でお金を用意しておかないと、将来生活していけなくなる可能性があるの。つまり、十分な蓄えがなければ、退職後も働き続けなければならないということです。実際その国では高齢になっても働いている人が珍しくないそうです。それを聞いたとき、私は若い頃からきちんと自分の将来を見据えて行動できていることに驚いたと同時に、今まで大変だと思っていた日本の生活に対してまだマシな方なのかもしれないと思いました。というのも、日本には最低限の生活を保障するための制度が一応整っているからです。例えば、収入が少ない家庭には生活保護制度があり、食べることに困るという事態は避けられるようになっています。また、病院にかかる際にも保険制度があるため、かなり高額な治療費が必要になっても、医療費の多くを国が負担してくれるので、どんな人でもほとんどは治療を受けられます。さらに退職金を支給する会社も多く、年金についてもそれまでの収入に応じてではあるものの、受け取ることができる仕組みになっています。このように考えると、日本という国は少なくとも生きていけなくなるという心配をしなくていいという点では、最低限の生活を支える制度は比較的整っている社会なのかもしれません。ただ、ここで一つ考えさせられました。制度があることと安心して暮らせることは必ずしも同じだと言えると思いますか？制度があっても、それだけで十分生活できるとは限りませんし、その制度自体も社会の変化によって少しずつ変わっていきます。つまり、国が守ってくれるから安心と考えるだけではなく、自分自身でもできる準備を考える必要がある時代になってきているのかもしれません。だからこそ安心してばかりもいられないと私は思うんです。高齢化が急速に進んでいる日本では、年金として受け取れる金額が年々少なくなってきているように感じられるからです。実際、年金だけでは生活が成り立たないために、高齢になってもアルバイトをして生計を立てている人が決して少なくありません。こうした状況を受けて、最近では若い世代を中心に積み立て投資などを始める人が増えてきています。しかし、まだまだその数は多いとは言えず、将来のために今から備えるという考え方自体が日本社会に十分浸透しているとは言い難いのが現状です。長年なんとかなるという前提で生きてきた人たちにとって、急に自分で備えなければならないという考え方に切り替えるのは、決して簡単なことではないと思います。また、昔は投資をするなら貯金をして将来のために蓄えておいた方が安全だと考える人が多かったため、その中で生きてきた私たちは、まだ投資に対して怖さを感じる人も多いのが現実です。そもそも20代や30代の頃に何十年も先の老後を真剣に考えるのはとても難しいことだと思います。今の生活だけでも精一杯なのに、何十年も先のお金のことまで考える余裕はないという人も多いんではないでしょうか。実際、私自身もそうでした。私は田舎で生まれ育ったので、周りでは結婚や出産が早く、若いうちから老後のために資産を増やそうという
話はあまり聞きませんでした。社会人になってからも、まずは奨学金を返済しながら生活することが精一杯で、将来のために投資をするという発想はほとんどありませんでした。むしろ、もしかしたら損をするかもしれない。投資をするくらいなら安全な銀行に預けておいた方がいいと考えていたんです。でも、いろいろな国の人と話すようになって、さらに円安や物価の上昇を経験する中で、銀行に預けておけば安心という考え方だけでは足りないのかもしれないと思うようになりました。昔は損をしないことの方が大切だと思っていましたが、今は何もしないことにもリスクがあるという考え方も理解できるようになってきました。もちろん投資にはリスクがありますし、誰にでも勧められるものではありません。でも自分のお金をどう守るか、どう増やすかについて学ぶこと自体は、これからの時代にはとても大切なのではないかと思っています。だから今は少しずつですが、投資についても勉強するようになりました。最近は投資というとお金を増やすためのものというイメージがあります。でも、いろいろな国の人と話していて感じたのは、将来困らないための準備という考え方の方が近いのかもしれないということです。同じ投資でももっとお金持ちになりたいという目的ではなく、将来も今と同じような生活を続けたいという目的で始めている人も多いんだと知りました。こうして考えると、今までの制度に頼れる時代から自分自身で将来を設計しなければならない時代へと社会全体が少しずつ変わりつつあるのかもしれません。昔は学校を卒業して会社に入り、定年まで働けば安心という人生設計が多くの人にとって当たり前でした。でも今はその当たり前が少しずつ変わってきています。だからこそ将来について考えることはお金の問題というより、自分がどんな人生を送りたいのかを考えることでもあるのかもしれません。皆さんの国では退職後の生活についてどのような制度がありますか？そして皆さん自身は年を取ってからお金に困らないという自信持っていますか？さらに対策は何かしていますか？ぜひコメントで教えてください。今日のポッドキャストが日本語の勉強だけでなく、自分の将来について考えるきっかけになれば嬉しいです。もっと日本語を深く学びたい方、実際に日本語で会話しながら考えを深めたい方は、ぜひ体験レッスンに来てみてください。それでは、また次のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。